じゃあ準備よろしいでしょうか。では行きます。録画スタート。さあ始まりました。今回親子丼を作っていきますが、皆さんね15人ぐらい集まっていただきました。お客様に1人1台、iPhone を渡しまして、それでお客様にみんなカメラ回してもらいまして、それを私が預かって、編集をするというそういう企画でございます。さて親子丼です。このチャンネルではですね親子丼を過去に、何回か作ってるんですが、新幹線に持っていくお弁当として作ったりとか、普通にお昼ご飯として家で作ったりとか、そんな動画を上げているんですが、正直一回も納得できる丼ができていません。というのはですね、最終的にやっぱり卵のね、なんていうかふわとろ感、それがやっぱ出ないと、やっぱこう火が入りすぎてしまうっていうね、これが親子丼の難しいとこで、皆さんも作る時にですね、結局卵がこうボロボロになってしまうみたいな、これよくあると思うんですよ、親子丼のミスとしてね。でもそれはもう重々気をつけて作ってるんですけど、こう卵の火を入れる時にもうちょっと入れた方がいいんじゃないか、もうちょっとかなって言ってるうちに、結局この本当に一瞬の出来事で火が入りすぎてしまうっていう、それがよくあるんでね、今回は本当に気をつけて調理したいと思います。さあ、三つ葉玉ねぎを切りまして、玉ねぎもね、僕玉ねぎ基本的にあまり好きではないんですけれど、この親子丼でしっかり火を入れて歯ごたえがなくなってクタクタぐらいにまで火を入れると、玉ねぎも全然食べられるんです。なので玉ねぎと、今回三つ葉とで、卵をね、もう一回もう調理しだすと時間の勝負になっていくんで、もうさっき溶いておきます。用意しておきます。ちなみにこれ場所は東京の恵比寿でございます。恵比寿のですね古民家ギャラリーみたいなところを借りております。さて皆さんね、こういう高いところからとか、こういう下から上にこうカメラワークしたりとか、皆さんねいろいろ凝って頑張ってやってくれております。なかなかね人が料理してるところをこうやって撮るってないと思うんで、皆さんねいろいろ試行錯誤しながら頑張って撮っていただいております。さあで鶏肉なんですけど、普通胸とかももとか使うと思うんですけど、せせりにしました。やっぱせせりはね、歯ごたえもあって噛めば噛むほどこう美味しいんで、僕大好きなので今回せせりにしております。だいたいこのぐらいの量かということで、せせり4本って言ったらいいんですかね、4切れ、それをちょうどいい一口大の大きさに切っていっております。でですね、ちょうど使うのがこじらせパンミニ、これがですね親子丼を作るのにもこれちょうどいいサイズやと思うんですよ。親子丼専用のあるじゃないですか、プロが使ってるやつ、あれよりちょっと大きいぐらいのサイズでちょうどいいかと思います。何かを忘れました。ライターですね。コンロに着火するためのライターを忘れて、で僕がどっか行ってる間に皆さんね具材のインサートというやつを取ってくれております。ありがとうございます。さて行きましょう。移動してますね。こっち側に回ったりとかね、皆さんいろいろ場所も考えてくれています。さあ火つけましょう。シュボッとつきました。これいつもキャンプで使ってるやつなんでね、二口コンロで、鉄のフライパン、これはしっかり熱しておきます。さあ熱しましたら油を入れまして、肉投入。さあ焼いていきましょう。ちゃんとねこういうふうにしっかり熱するとお肉もひっつかないです。でちなみにねさらにお肉が冷蔵庫から取り出したまんまの冷え冷えの状態じゃなくて、ちょっと常温に戻しておくとよりくっつかなくなります。ひっつく原因って結構温度なんですよね。
塩コショウをしましてですね、丁寧に丁寧にせせりちゃんを焼いていきます。こうしてみると皆さんいろんなスニーカーを履いてますね。じゃあ回りましょう、こっち方向に。周りの撮影者の方がぐるぐると回っております。天井からのカメラ、天井っていうか上からのカメラ。いい感じにいい感じに焼けてきました。そしてこれ家からね炊いてきましたご飯ですね。今から思うとちょっとご飯多かったなと思います。これをいい感じにね、ちょっとこの丼の中でほぐしましてですね、割と強いからこういうのもねしっかり一手間かけてきれいに盛り付けときたいですね。結構やっぱりねこういうのが食べやすさにも関わってきますんでね。さあせせりだんだんと焼き上がってまいりました。いいですね。このぐらいちょっとこの軽くきつね色に焦げ目がつくぐらいいいですね。後からもちろんねお出汁入れてまだ火にかけるんで、その辺のことも考えながら、あまり焼きすぎると硬くなっちゃうんで、このぐらいでさあ玉ねぎ投入しまして、この辺の肉玉ねぎとこの火の、それぞれ具材によってね入るスピード入り方がやっぱり違いますんで、その辺はこう時間を逆算しながらねやっていきたいところです。さあここでもう一回塩コショウをして玉ねぎにねお塩がかかってる方が浸透圧の関係でしっかり玉ねぎから味が出ますんで。いいですね、このジュージューいう音ね、いいですよね。いい感じにパワーアップしてくれております、顔面に。これね、もうこっから後でだし入れてで卵を入れるともう時間との戦いなので、この辺はまだね余裕を持っていきますけどもね。さあそして今回はめんつゆ、このめんつゆでね味をつけていきます。便利ですね、めんつゆってね。さあめんつゆを入れまして、でこうひと煮立ちですね、ちょっと、火を強めましてひと煮立ちさせてから卵いきましょうか。もうこれ卵いったらもうノンストップでいきますんで、この辺からなかなかメンタル的には張り詰めてまいります。これ黄身だけ置いといて、この黄身はね一番最後に乗っける用の黄身。さあその黄身をどこに置くかっていう、置くとこないよ、置くとこないからここに置くっていうね、そもそもの卵の入れ物に置くっていう。さあいい感じにめんつゆの方が煮立ってまいりました。コジパンのレザーのハンドルカバーをちょっと拭きまして、はい、このこじらせパンミニね、このレザーのハンドルカバーが可愛いですよね。これちゃんとね岐阜県のねレザー工房でね別に作っております。さあ煮立った卵いきます。やつに卵いきます。こっから勝負、こっからが勝負よ、こっからが勝負。一旦半分ぐらいの量入れて、ちょっとねこの火の入り方の違う2種類の感じの卵にしようかと思ってね、こんな感じにしております。さあこれでいっつもね結果的に火を入れすぎてしまうんです。さあどうか、
さあどうなのか。もうちょっとまだ早いかなぐらいで止めないといけないんです。でもそれがいつも怖いんです。だから入れすぎちゃうんです。いけるのか。いい具合やぞ、いい具合やぞ。でもちょっとまだ柔らかいんじゃないこれっていう。もうだから多分このぐらいでいいんですよ。勇気を持ってまだ早いかなぐらいで止めるんだ。まだ早いかなぐらいで止めるんだ。しかしとにかく綺麗、うまそうなビジュアルです。このこじらせパンミニのサイズ感ちょうどいいですね。親子丼に。よし、そのぐらいでいこう。でいつもこうやってこういうことをしてる間にどんどん火が入っちゃうんですよ。だからちょっと早いぐらいでいいです。いいです、いいです、いいですよ、いいですよ。じゃあ最後に卵黄をのっけます。さあ卵上手に乗るか。乗りました。綺麗に乗りました。過去一。そうです。過去一上手にできました。さあ乗せる瞬間もう一度見ていきましょう。ぐーん、綺麗ですね。上手に乗りましたね。はい、美味しそうにできております。で、最後三つ葉散らし、三つ葉を散らして完成です。これね、黄色と緑がすごく良いコントラスト。食べていきましょう。一番うまくできた。じゃあ回ってください。
分無理やなこれ。